智子と睦子。光る君へに学ぶ日本史。道長を押し上げた娘と母。藤原道長が最高権力者となり得たのは、若くしてその才能を認めた正妻の智子とその母親睦子の存在があったからだと言われている。智子と睦子の生涯を詳しく見ていこう。智子の父源正信は宇田天皇の孫で、親戚降下して源氏を名乗り、11位で左大臣となっていた。また母親の睦子は藤原の浅忠という人物の娘だが、祖父は右大臣にまでなった定方であった。そして祖父の姉妹は天皇の后にもなっている名門の出身者であった。特に現役の左大臣という父の位が高すぎたため、智子は24歳になるまで結婚相手に恵まれなかったが、評判の美人であった。そして母親の睦子は父正信よりも21歳も年下で47歳であったが、仲の良い夫婦であった。一方の道長は一条天皇が即位して摂政となった父兼家が子供たちの官位を引き上げ始めた。22歳になってやっと従三位となって公卿の仲間入りを果たした道長は、結婚するなら高貴な女性をと望んでいた。そのため仲間のうちで美しいと評判となっている左大臣の娘智子に恋文を送った。母親の睦子は道長の文を見て縁談を進めようとしたが、智子を可愛がる父親の正信は反対した。正信は道長の父兼家と兄道兼が崋山天皇を騙して出家させ退位させた事件を閣僚として間近で見ている。そのため正信は兼家の九条流藤原氏の一家は悪人揃いだと決めつけ、悪い印象しか持っていなかった。しかし睦子は鴨の祭りなどで数回見かけた道長の年に似合わず落ち着いた物腰から女性の勘で将来は大物になるという好印象を持っていた。息子は正信が世間的には評判の良い公卿の藤原の浅輝との縁談を進めようとしたが反対していた。浅輝が大酒飲みの上に年配の醜悪な御家に通うという悪趣味があることを睦子は知っていたからである。結局浅輝は道高の飲み友達だったが、日頃の不摂生がたたったのか、後に道兼らと疫病に罹患して逝去している。睦子は智子の縁談のために日頃から公卿たちの情報を詳しく調べていたのである。そして睦子は正信の留守中に道長と智子を合わせ、二人は相思相愛の仲となっていた。正信の頑強な反対に普段は頼み事などしない道長だが、この時ばかりは摂政の父兼家に正直に智子と結婚したいことを打ち明けた。そして正信が中納言ぐらいでないと智子の婿にはできないと言っていることも相談している。数日後に兼家は正信に面会して、道長を中納言に昇進させるので、ぜひとも二人を結婚させてほしいと頭を下げている。そこまでされては
正信も断ることもできず、また政治的には摂政の金家と手を結ぶことは悪い話ではなかった。978年永延元年12月、智子と結婚した道長は、翌年には晴れて権中納言となっている。正信としては、道長が可愛い娘の婿となったからにはと、全面的に道長の出世のために協力している。正信は広大で都でも豪華だと評判の土帝邸を道長と智子の住まいとして提供している。また正信は邸宅にある莫大な金銀財宝を智子に相続させている。道長は智子の協力を得て土帝邸に公卿たちを招き、貴重品を惜しげもなく与えることで出世の糸口を掴んでいくのである。道長は東三条院晃子の勧めで、彼女のもとで養育されていた源高明の娘晃子とも結婚する。高明は醍醐天皇の皇子であるため、血統的には晃子が智子に勝っていた。しかし正信の並外れた支援があったために、道長は智子を正妻にしている。この道長と智子の結婚は、兼家と正信にとっても良い縁談となった。摂政の兼家と左大臣の正信が手をつないだからには、鬼に金棒である。まさに息子の先見性と強引に夫を説得したことがもたらした幸運であった。智子は道長と結婚した翌988年永延2年、長女の晃子を産んでいる。正信は孫の晃子が3歳で行った袴着の儀式では、多くの客を招待して目を細めて喜んだという。この袴着の儀は現在の七五三の由来ともなっている。そして智子は道長との間に二男四女の6人を立て続けに産んでいくのである。道長と智子の結婚から3年後に兼家が、そして6年後には正信が他界する。息子は正信の死後は出家して一条尼と呼ばれている。息子は智子の産んだ孫たちの面倒を見ながら、ひ孫のご一条天皇が即位したのを見届けて86歳で逝去している。智子は内乱として最高権力者となった道長を支え続けた。そのことは道長の御堂関白記にたびたび智子の名前が登場することで伺い知ることができる。智子は一条天皇のもとにまだ12歳の長女晃子の入内が決まると、道長と共に準備のために何度も内裏へ参内している。しかし智子はただの優しいだけの女性ではなく、いざという時には毅然と意見を言った。一条天皇の母、東三条院晃子は、道長のもう一人の妻、晃子を養女のように可愛がっていた。そのため当然、東三条院は日頃から晃子が産んだ子供たちを智子の子供たちよりもめでていた。東三条院は若い時から病弱であったが、一条天皇も出席して彼女の40歳の誕生日を祝す宴が
土帝邸で開かれた。そして智子の10歳の長男頼通と彬子の9歳の長男頼宗が子供舞を披露することになった。席上、舞が得意な頼宗は見事な舞を披露して参加者を驚かせた。そして頼宗の舞の師匠には東三条院の指示で位階が与えられた。すると智子は人前をはばかることなく道長に怒りをぶちまけ、宴は台無しとなった。そのため後に頼通の舞の師匠にも位階が与えられたという。東三条院彬子はそれから数ヶ月後には他界している。智子は相手が病で弱った天皇の母国母であっても、正妻のプライドを守るためには正々堂々と意見を述べたのである。智子の娘は彬子に続いて、武子はご一条天皇の后に、清子は三条天皇の后に、そしてよし子は後朱雀天皇の東宮妃となっている。藤原道長は1018年寛仁2年10月16日、娘の武子を中宮として、一家で3人の后を出すという一家三立号を実現する。その世の宴で道長は有名な望月の歌を詠んでいる。智子が産み育てた娘たちが天皇に嫁ぎ王子を産んだ。そのため道長は長きにわたって天皇の外戚として最高権力者の座にとどまることができた。まさに道長は睦子によって世に見出され、智子によって権力の座に上り詰めることができた。その後、智子は90歳まで長生きし、さらに彬子は87歳まで生きて藤原氏を支え続けるのである。